ラッコさん、飼育員からホタテの偽物を与えられてしまう。すげえ入るやん。川よ。ラッコってのんきそうでいいよな、可愛いし。ラッコに袋あるの初めて知ったわ。一般常識なんか？返すの川よ。ボノボノ見てたらわかる。脇の下の袋に叩く用の石を入れてるって話は割と聞く。こんな量が入るのは知らんかった。半分ふざけんなって思ってそう。日本ではもう見られないかもしれない。とにかく可愛いラッコの赤ちゃん。赤ちゃんがおもちゃ持ってるやば可愛い。つぶらな瞳、ちっちゃいお手手、ふわふわもこもこ。なんというグーかわ。昔はスマ水族園で何頭もルンルン泳いでたのにな。水中ではあんなに俊敏なのに、あれは教育で身につけた英法だったんだ。やっぱり仰向けが基本なんだな。ルッキズムと言われようがやっぱり可愛いが正義なんだよな。ラッコは水族館で飼うにはとにかくコストがかさむので、どこの水族館でも予算の関係で、というのが現実です。絶滅危惧種なら仕方ない。この可愛さで保護する心理をくすぐると思うと、あざとい連中だよ。ラッコの赤ちゃんになりたい。ラッコがサメを捕食？カリフォルニア沖でサメを抱きしめるラッコの姿が捉えられる。可愛さのイメージを覆す瞬間が目撃されたようだ。アメリカ、カリフォルニア沖で野生のラッコが、サメをぐっと握りしめているのだ。捕らえたサメをこれから食べようとしているのか、抱き心地を堪能しているのかはわからないが、ラッコがサメを抱え込むという行為は非常に稀だ。たまには違うもん食いたくなるわな。別名、海嘘やから、海イタチとも言うし。カプリ島へ向けて移動中。サメ側で体洗ってるだけだと笑えるがそんなことはない。猫ザメのおとぼけ顔も相まってほのぼのチッチュの方を期待してしまう。おもむろに脳天を石でガッてやってたら勝負の行方はわからなかったな。それは美味しい貝ですか？落としたスマホを容赦なく岩に叩きつけるラッコ。アライグマだととりあえず水に入れてみるだけどラッコはとりあえず割ってみるなのね。サイコパス味あるな。笑いが止まらない。拾ってくれてありがとうカーラーの容赦ない岩への連打。リチウムバッテリーだと発火するから危ないんだけど。ラッコ耐久テストです。ガラス割れたら危ねえ危ねえ。ラッコさん、怪我しなかったかな？ラッコはアンドロイド派。Y が最後を迎えた時はこのラッコにスマホと PC のハードディスクの処理を頼みたい。イカだ？カヌー？いいえ、ラッコです。ラッコの群れが一斉に泳ぐキューティーなシンクロスイミング。ビッグラッコいた。ぷぷ。ラッコの学校は海の中。ああ、かわいい。アンヨの擬音は、無よだと思う。こんなにいたら、ここらの貝類根こそぎいなくなりそう。ラッコって仰向けで泳ぐんだな。知らなかった。ラッコかわいいよねボノボノちゃんがいっぱいいる。ラッコの上着が着るよ。ラッコの上着が着るよ。ラッコ艦隊、出発。スラムダンクの達人はラッコ界にいた。華麗なるダンクスシュートを決めまくるラッコ。アメリカのオレゴン動物園にはバスケットボールのダンクシュートの達人が存在するという。達人というよりは達ラッコだ。実はこれ、ラッコの運動不足による関節炎を予防するために考案されたアイデアなのだ。ラッコのバスケ大会いいね勝負関係なくずっと見ていたい。楽しそう、一緒に遊びたい。リングにかかった前足がなんとも可愛い。ラッコといえばメイちゃんのコロンビア。天才か？ラッコも飼育員も。動画の最初から最後までずっと可愛かった。母親とはぐれたラッコの赤ちゃん。愛する声に気づいた母親がぐっと抱きしめ感動の再会。母親とはぐれたラッコの赤ちゃんがカリフォルニア沖で迷子になっているところを発見。周辺海域を徹底的に調べ上げ、母親と思われるラッコのおおよその位置を突き止めることに成功。母親はこの聞き覚えのある懐かしい声にすぐさま反応し、赤ちゃんラッコの元に近づいてきた。赤ちゃんラッコをぐっと抱きしめると、そのまま海の向こうへと2匹で泳いでいったという。結構勢いよく投げ込むのね。
どうやってママラッコを見つけたんだろう。ドローンかな？バシャーン。もうある程度育っていて大丈夫だからなんだろうけど、赤ちゃんをぶん投げていて笑った。捕食シーンの類にも見えて一瞬身構えてしまった。お顔のお手入れ大事やから。ラッコ2匹の可愛いフェイスマッサージ。温泉とか行くとこういうおっさん見かけるよな。たまに。動画始め5秒間くらいの奥の子が最強に可愛い。本人は変わったことをやってるわけじゃないんだろうけどキュンキュンする。ラッコって何やっても仕草が可愛いよね。私もラッコ様を見習わねば。なんでラッコは、ああやってくるくる回るんだろう？ひょっとして、人間も鼻の油を荒れたところカサカサなところに塗り塗りすると治るとか、あると思います。顔とか首周りマッサージすると体温も上がるから一石二鳥なのかも。意識高い系。次の CM はこれで決まりだな。ギュッとしてお腹の上に我が子乗せて、ラッコのお母さんのほんわか子育て。泣くわ。はーん。もふもふ。我が子を虐待する昨今の人間はこれを見習え。ぬいぐるみがぬいぐるみを抱っこしてるみたいラッコの抱っこ。五感がいいぜ。子供よりむしろお母さんの方が可愛い。萌え死に不可避。わいも抱かれて眠りたい。もふもふがもふもふをもふもふしてる。なんという癒し。キュートで甘えん坊。飼育員さんたちをメロメロにしているラッコ。ぐわ。クリティカルヒット級の可愛さ。飼育員さんスリスリしてもらっていいなぁ。近場の水族館のラッコさんたちが高齢でどんどんいなくなって寂しい。まさに生物兵器。ああ可愛い。可愛い。ラッコいいなぁ。当たり前ではあるけど、ラッコも可愛いたら毛玉化するんだな。人間ならまだ幼稚園児くらいかな。可愛いな。猫派の愛もメロメロやで。ここにも殺人毛玉が。ああ可愛い。ああもう、めちゃくちゃ可愛い。国家間の戦争はこういった生物兵器によって行われればいい。より一層癒しを与えた国の勝ち。朗報水族館のラッコ、ショーが終わった後の片付けを手伝う。川よ。働き者やね仕事が丁寧やな。わいより仕事できてくさ。ラッコもうすぐ日本で見れんくなるんやろ。悲しい。食べた食器片付けずに毎回マッマに怒られてるわいより賢い。餌のために働いてる下心が見えてしまうわ。今年で一番ほっこりしたわ。飼育員ノーリアクションで草。いつもやってるんやな。ラッコちょっと寝るんを。あっても寝てる間に流されたらえやんを。せや。友達とお手手繋いで寝るんを。なおどっちも流される模様。昆布島の海藻がない時だけお手手繋ぐらしい。丸い石を集める習性があって仲間に自慢するらしい。お前らの風呂にラッコと手を繋いだワイが浮かんでたらどうする？寝たらシャチの餌食やぞ。シャチ2匹セットやんけ。かわいい？ラッコだけめでる。あっ固まった。そして落ちた。ラッコが氷を食べた時の絶妙な表情。ラッコでも養殖症とかあるのかな？美味しそうに食べるなぁ。キーンとしたんじゃね？きっと、アイスクリーム頭痛。なんやこれ。なんちゅうもん食わせてくれたんや。知覚過敏。ボノボノがラッコだった頭脳強烈に思い出させてくれる表情だ。すごく残念そうな顔。アライグマがクッキーだかアイスだったかを洗ってなくなったのを見て呆然をしたのを思い出した。ブレイクダンス。かっけー。わーい。トゲシ。テンション上がっちゃってるやん。あるある。うちの子供らのようだ。ブサカワ。変顔も可愛い。寝起きで顔洗ってる時のワイみたい。暑いと万歳して体温調整するラッコ。漁師にしたら悪魔やで。万歳かわいい。アメリカでよく見る光景やね。水族館のラッコと動物園のパンダは可愛いの自覚してるやろ。
可愛すぎてワイも母乳出そうになる。水族館で飼育すると餌代だけでそこらのリーマンの給料を軽く超えてしまうとか。手短すぎて草。レッサーパンダみたいだな。されるがままの赤ちゃんラッコちゃん。川よ。お気に入りのたらいに入ってたら落っこちた。どうやって野生で生きてるんやこの子は。可愛すぎて腹立ってきた。なんでこんなに可愛い生き物が日本には全然おらんのよ。餌が高いからや。犬さん、ラッコに捕獲されてしまう。誘拐だろこれ。連れてかれて草。なんか犬っぽくねえな。両方ラッコ。よしよししてて草。優しい世界。ちゃんと足から入水して偉い。ラッコって乾いてたらこんなふさふさなんやな。赤ちゃんはまだ油が出ないからふわふわなのか。ラッコ、骸骨コツン。人間、はぁ。人間かわいい。あわわ。わいかいコツンコツン。ちな今日本に3頭しかおらんのやで。ラッコは飼育難しいらしいで今生存してるのも実地ばっぱばかりで困ってるんや。臭そう。かいラッコやめちくり。ラッコさなんで牙を進化させないの？お気に入りの石なくしたんを。ラッコさん上手に歯磨きする。うちの犬よりおとなしく歯磨きしてる。賢いなぁ、ラッコの知能ってどのくらいなんやろか。ラッコも歯磨きする時代なのか。ハッピッパーキー上手かな。ラッコってこんなに歯少ないの？かわいい、歯磨きしてあげたい。飼育員さんの指の位置が気になる。支え方の癖。ラッコって噛まれたら痛いのかな。貝を食べ終わったラッコが両手で行儀よくバケツに殻を入れる。律儀やな。ちゃんと水切って渡してるの偉い。食器の片付けができなくて怒られるわいはラッコイカか。これって教えてるのかな？自然と覚えてるとしたらすごいよね。カラーコーン片付けてるラッコもいたよな。ラッコ、はい、どうぞ。私より器用だ。ミトンみたいな手してるのに器用に色々掴んで運ぶからすごいよな。そんなことより貝食べたくなってくと。助けて。しばらくここにいさせて。シャチに追われたラッコがボートに飛び込んできた。ラッコも最終的にすがるような表情でこっち見つめてなんか訴えてたな。逃げてきてるのが分かっててシャチの食事よりもラッコの命を優先すると決めたんならそっとしといてやれよ。こういう場合って下手にどちらかを助けるではなくなり雪に任せるしかないのよね。シャチの潮吹きがまるで舌打ちのよう。ラッコの方は何か色々言いたそう。人間にはなぜ危害を加えないのか本当に不思議だ。このボートなら数匹で横倒しにできるのでは。ラッコさん助かってよかったね。ちゃんと避難できる場所って分かったのかな。人間は怖くないのかしら。